今日のニュース解説というか、ネタなんですけれども、村上ファンドがね、富士メディアホールディングスの株を3分の1まで買い進めるという、通告をしたというニュースについて解説したいと思います。フジテレビはですね、そもそも日程放送持ち株会社なんで3分の1以上取れないんですけど、単独株主が。そんな中でですね、事前通告型の買収防衛策を導入していると。それに従って通知が来たと。で、その条件としては株式の配当比率を 4% に上げろというのと、もう一つは不動産事業を売却して経営効率化しなさいと。なんならその分配金を株主に渡せというような通告をしたということで、今年の11月にもそういった要望書を出してるんだけれども無視されてるんで、今回の通告に至ったというふうに見られるんではないかなというふうに思います。本当にね、村上ファンド前回の日本放送の時もですね、フジテレビしゃぶり尽くしましたけれども、まだまだしゃぶりきれてないというふうに思ったんではないでしょうか。ということでめちゃくちゃね、次の攻防戦というところになってまいりました。不運休を告げるというかですね、私もですね、株主総会の時から一株も売っておりません。ガチをしておりますので、正直嬉しいというか、これ多分株価にとっては非常にプラスなんで、富士メディアホールディングス、やっとね、僕の番組発表になりましたけれども、僕を出すっていう話だけでも半年以上かかってるっていう、まだまだ全然スピード感が足りないなっていうふうに私も思っております。そして私も不動産事業は売った方がいい派なので、それでね、放送事業に集中された方が、経営効率めちゃくちゃ上がっていくと思いますので、そういったところも含めてですね、経営改善していくというのがですね、いいんじゃないかなというふうに私も思っております。まだ村上ファンドの出方っていうのはですね、これ買収防衛策が発動されるのかどうかとかですね、そういったところも含めて、買収防衛策ってなるとですね、正直株価にとってはあまりいい効果はないので、反対する人たちも結構いるのかなっていうふうに思いますので、買収防衛策がまず発動できるのかどうかとか、会社側が、だから不動産事業を売るって今、例のライブドア VS フジテレビの時からずっといるですね、飯島さんっていうですね、CFO 的な立場にいた方がですね、今、サンケイビルのですね、社長やってるわけですけれども、メディアで儲かんなくなった分不動産で稼ぐっていうですね、どこのテレビ局もそうですけれども、そういう不健全な状況になってるのは良くないので、それを是正できるかどうか、ただ今の経営陣はですね、不動産事業の黒字化というか、キャッシュカウがなくなるとすごく怖いと思っているに違いないと思いますので、そういった経営判断が本当にできるかどうか。村上ファンドは多分容赦ないと思いますので、そういったことをゴリゴリと今後も圧力をかけていくと思います。株主としてはですね、私としては本当に不動産事業を売って、放送事業、コンテンツ事業、IP 事業にですね、全振りをしてですね、ちゃんと投資をして、世界展開とかもですね、全然狙えると思いますので、そういった強いフジテレビを見てみたいなというふうに思います。私も番組中に日枝さんの悪口とか言ってもいいような雰囲気だったんで、本当一応変わったんだな、フジテレビはっていうのもあったし、僕のね、同級生なんかもね、フジテレビいたりとかして、久々に社内で再会したりとかですね、球体のところも行ったし、湾岸スタジオも行きました。村上ファンド VS フジテレビ第2幕。これはこれで非常に見応えがあると思いますので、ぜひ皆さんも見守ってってくださいということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。